あまりにも割が良すぎる高額報酬のバイト、その求人本当に応募しても大丈夫ですか？ 1986年5月下旬、千葉県成田市成田空港へ向かうバスの中で一人の女性が便箋を開きペンを走らせていました。西ドイツに4ヶ月ほど滞在した後、ヨーロッパを周遊してから帰ります。両親への手紙を綴っていたその女性は豊永和子さん。アルバイトをしながら気ままに旅行を楽しむ生活を送っていた彼女は東京の実家にもう半年ほど帰っていませんでした。そして今度はドイツへ向かうことに決めた豊永さん。長期滞在するだけの貯金はありませんでしたが、お金の心配は不要でした。実は豊永さんがドイツへ向かった理由は、経口避妊薬ピルの治験バイトの人員に選ばれたため、当時日本ではまだ販売されていなかったピルの治験を両親がよく思わないと考えた豊永さんは、そのことは告げずに日本を立ちました。そして彼女は数ヶ月後、異国の海でバラバラ死体となって発見されるんです。海外で治験バイトに参加し、変わり果てた姿になってしまった女性。彼女がバイトに向かったその先で一体何が行われていたのか。そもそもツアーを企画した企業は、日本人を海外へ連れて行く理由はなかったんです。大卒健ちゃんです。宮みこです。というか、闇野さん、僕ね、直近ちょっと韓国に久しぶりに行こうかと思って。観光で。半分は嘘。10% 仕事で。オリーブヤングって聞いたことあります？知らない。韓国の美容のパックとか、そういうのが売ってる、日本の松清の上位互換みたいな。なんか高級ドラッグストアが、みたいなのがあって、オリーブヤングの話するとね、女の子こうやって来るんですけど、皆さん、韓国によく行く方、おすすめのパックとか、メディヒール。マジでおすすめあったらね、教えてほしいです。ヤミコさんにもお土産買ってきますよ。じゃあパック欲しい。真面目に、でっかい大容量のパック欲しい。リクエストすんなよ、お土産のサイズ。種類はまだいいけど、サイズまで指定すな。今回はヨーロッパを舞台にした未解決事件をご紹介します。現地で行われた新薬の臨床試験、いわゆる治験バイトに参加した日本人女性が1年後にバラバラ死体となって発見されたという非常に恐ろしい事件なんです。怖すぎない？何それ、治験だと思って参加したら殺されちゃったってどうしてよ。それが、治験を主催した会社自体は事件への関与を否定していて、今でもその真相はわからないんです。なので当時、現地で何が起きていたのか、皆さんも考察しながら見ていただければと思います。事件が発覚したのは、日本から遠く離れた異国の運河でのこと。女性はトラウマになってしまうような姿で、水の底に沈んでいたんです。運河に捨てられた女性。1986年10月31日、デンマークの首都コペンハーゲン、クリスチャンハウン運河沿いの道に1台のタクシーが停車しました。これ食ったらまた午後から頑張るか。車内で昼食を頬張りながら何気なく川を眺めていたタクシー運転手。しばらくして彼はロープで岸に繋がれた2台のボートの間に見慣れないものが浮いていることに気がつきます。誰だよ、大きなゴミ捨てやがって。川に浮かんでいたのは黒いビニール袋。タクシー運転手はため息混じりに車を降りると、岸からほど近い位置に浮いていたその袋を手繰り寄せました。そして彼が袋の中身を覗くと、そこには人間の足が入っていたんです。思わずその袋を放り出してしまったタクシー運転手。彼の通報により直ちに運河の周辺が捜査されることに。その後約1週間の捜査で、最初の遺体発見現場から 1.5 キロ離れた港でも遺体の入ったビニール袋が発見されます。こうして11月7日までに腕や頭などを含め、水中に沈められていたバラバラ遺体の全ての部位が見つかったんです。これタクシーの運転手さんもお昼休憩中に絶対見たくないもの見ちゃったわよね。実際に見ちゃったらね、食事もやっぱ喉を通らないレベルですよ、これ。この遺体は後に日本の警察の働きかけによって身元を特定されるんです。デンマーク警察が検視を行った結果、遺体は東アジアから来た20代の若い女性と特定されました。そこから警察は近隣で起きた殺人事件との関連性を捜査しますが、手がかりは何も見つからず、被害者のはっきりとした身元特定は困難とされたんです。転機となったのは、日本の警視庁へある夫婦から次のような連絡が入ったことでした。5月にドイツへ向かった娘からもう何ヶ月も連絡がないんです。この日、失踪届が出されたその女性は、東京都葛飾区で両親と暮らしていた豊永和子さん。彼女から家族へ最後に連絡があったのは1986年10月4日、デンマークで身元不明の遺体が発見されたのと同じ月のことでした。これからコペンハーゲン経由で南ヨーロッパを旅行するわ。最後に送られてきた家族への手紙の中で、豊永さんは確かにそう語っていました。事情を聞いた警視庁はインターポールを通じてヨーロッパ各国へ豊永さんの情報を共有。豊永さんがコペンハーゲンへ向かうと言っていたことも踏まえ、デンマーク警察は彼女が身元不明とされていた遺体の持ち主であると考えたんです。豊永さんは西ドイツ滞在中に
に歯医者を訪れていたため、歯型の照合は速やかに行われました。こうして遺体発見から7ヶ月後の1987年6月、その遺体は豊永さんのもので間違いないことが判明したんです。外国に行った娘が急に遺体となって戻ってくるわけでしょ、両親としては信じたくないことよね、これは。しかもこの両親っていうのは豊永さんがなんでヨーロッパに行ったのかって目的も聞かされていなかった状態でのこのね、訃報なんで、やっぱ現実をね、受け入れられなかったと思います。そして実はこの知らされていない目的こそが今回の事件の鍵を握るんです。美味しい話。事件から5ヶ月前の1986年5月下旬、豊永さんは成田空港へ向かうバスの中で両親への手紙を書いていました。西ドイツに4ヶ月ほど滞在した後、ヨーロッパを周遊してから帰ります。3年前に短大を中退して以来、短期のアルバイトをしながら様々な場所へ旅行に出かける生活を送っていた豊永さん。彼女は年末に韓国へ一人旅に出てから帰国後も関西方面を転々としており、もう半年間東京の実家へ帰っていませんでした。そんな自由な生活を楽しんでいた豊永さんの次の目的地は西ドイツフライブルク。両親への手紙の中ではただの旅行のように話していましたが、彼女にはまた別の目的がありました。その目的とは経口避妊薬ピルの臨床試験、要するに試験バイトに参加すること。当時日本ではピルが数年以内に承認販売されると予測されており、各国の製薬会社が日本市場参入のため競って治験を行っていたんです。一方で豊永さんはこの治験への参加を両親があまりよく思わないと考えていました。そのため目的は告げず、しばらく西ドイツに滞在するとだけ記した手紙を送ったんです。当時はピルって日本出回ってなかったのね。日本は避妊に対する取り組みが西洋諸国と比べて遅れをとっていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、日本におけるピルの承認について。経口避妊薬のピルが世界で初めて出回り出したのは1970年代のこと。一方で日本でピルが認可されたのは1999年。国連加盟国の中では最も遅く、西洋諸国に対して30年も遅れての承認となったんです。日本でピルの承認が遅れたのは、コンドームを装着しないことによる性感染症の蔓延やピルの普及による少子化が懸念されたため、こうしたピル普及のデメリットが取り沙汰されたのは、日本人が最低限の性教育しか受けておらず、西洋諸国に比べて性に対する知識が浅いためとも言われています。ともあれ、ピルの認可が遅れていた日本は海外の製薬会社から新規の市場として注目されていたんです。豊永さんが参加した治験バイトは西ドイツの臨床試験受託会社が企画したもの。そこから東京の子会社が参加者を募集し、大阪の旅行会社と提携してツアー形式で実施されました。参加者は豊永さんを合わせた22歳から30歳の女性5人。実験内容は4ヶ月間西ドイツのフライブルクに滞在し、ピルを服用した際の血中ホルモン値の推移を記録するものでした。新薬の服用というリスクはあるものの、参加者に出される報酬は日額1万円。さらに渡航費は全額企業持ちで、現地で語学学校に通える特典までついており、旅行好きの豊永さんとしてはかなり美味しい話だったんです。こうして5月末に日本を経った豊永さん。最後に彼女から連絡があったのは、それから4ヶ月後の10月8日。これからコペンハーゲン経由で南ヨーロッパを旅行するわ。その手紙が届いたきり、豊永さんからは何の音沙汰もなくなってしまったんです。この手紙が来たってことはさ、治験バイト関係ないってこと？治験は無事に終わって、その後に誰かに殺されちゃったってこと？この治験バイトが関係ないとは言い切れないんです。実は豊永さん以外にもこの治験バイトに関する黒い噂が存在していたんです。用途不明の実験。1980年代当時の西ドイツでは学生の間で治験のバイトが流行しており、豊永さんが参加したツアーを企画した会社にも200人以上の大学生が登録していました。特に留学生が滞在中の学費や生活費を稼ぐのに高額報酬が得られる治験バイトは重宝されていたんです。豊永さんのこの事件を機に警察はこの会社が企画した治験バイトの過去の参加者を調査すると、豊永さん以外にもピルの治験参加者が数年以内に2人バラバラ死体で見つかっていることが分かったんです。1982年、1985年、そして豊永さんが殺害された1986年と、この会社のピルの治験参加者は立て続けに殺人事件の被害者となっていました。さらに治験を企画したこの会社の黒い噂は参加者の殺人被害だけではありません。先ほど説明したように、この会社は近い将来日本でピルが承認される時勢に向け日本人の治験データを欲していました。しかし事件を受け厚生省は次のように指摘しました。日本で新薬承認の審査対象となるのは日本国内で行われた治験データのみです。
つまり西ドイツで日本人の治験を行ったところで日本でピルを承認販売する上では何の役にも立たないということ。海外の製薬会社が日本人を対象にした治験を行う場合、通常は日本国内の製薬会社や大学などの機関に依頼するものだというんです。それにもかかわらず今回の治験の企画会社はなぜわざわざ多額の費用をかけて日本人を現地まで連れ出したのか。そこには日本での新薬承認以外の他の目的があったかのように思えてならないんです。いや、これは明らかにおかしいわよね。もう何のためか分かんない治験を4ヶ月もかけてやってるわけでしょ。そして事件は治験が終わった後、豊永さんが一人旅をしている最中に起こるんです。治験を行っている会社が関与していたとすれば、この時系列は非常に恐ろしい事実を物語っているんです。1986年10月4日、豊永さんは一人フィンランドの首都ヘルシンキの郵便局を訪れていた。治験が終わってからもうすぐ1ヶ月か。みんな無事に帰れたかな。西ドイツで治験が行われたのは6月から9月にかけてのこと。参加者のほとんどは帰国していたが、豊永さんはその後もヨーロッパの各地を旅行していた。オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、主に北欧方面を回っていた豊永さんは続いてスペインやポルトガル、イタリアなどの南ヨーロッパ方面へ向かうことに決めていた。これからコペンハーゲン経由で南ヨーロッパを旅行するわ。両親宛てにそう綴られた手紙を受付へ提出すると郵便局を後にした豊永さん。そして建物の外では治験が終わってからの1ヶ月間、各地で彼女をつけ回していた何者かがじっと睨みを利かせていた。司法解剖の結果、豊永さんが殺害されたのは治験が終わってから1ヶ月後の10月8日から15日の間。治験を行った企業が事件に関与しているとすれば、その間ヨーロッパ各地を周遊していた豊永さんを関係者がずっと追い回していたことになるんです。豊永さんの死因は窒息死とされており、遺体に暴行や毒物の形跡はありませんでした。つまり犯行時彼女は抵抗していなかったということ。そうなると犯人は治験バイトで知り合った顔見知りだった可能性は十分にあり得るんです。豊永さんは両親への手紙の中で一人旅が寂しくなってきたとも話していました。旅の仲間を求めるようになったそのタイミングで犯人は偶然の再会を装い彼女に近づいたのかもしれません。警察は企業の関係者に変質者がいた可能性や治験の最中に関係者と豊永さんに何らかのトラブルがあった可能性を踏まえて捜査を進めました。しかし治験を企画した企業は豊永さんを含む参加者3名の殺人被害についていずれも事件への関与を否定。家族宛てに約30通送られていた豊永さんの手紙の中には彼女以外の何者かの指紋が付着していたものもありましたが、その指紋の持ち主も特定されていません。また無意味に日本人を連れ出して治験を行ったこと自体は違法とは呼べないギリギリのラインだったため、企業が法的責任を問われることもなかったんです。企業に責任はないって言っても、関係者に殺人鬼が潜んでるかもしれないってことでしょ。ターゲット呼び寄せるために必要ない治験やってたとか、いろいろ怖い想像しちゃうわね。豊永さん以外にもね、同じ治験で被害に遭った方が2人いるんで、この治験を利用した悪巧みをする輩がいたって可能性は十分にあり得るんです。デンマークで見つかった遺体の身元が豊永さんだと判明した直後、両親はすぐに現地へ向かいました。彼らは豊永さんから届いた手紙や彼女の生前の情報を共有し、可能な限り捜査に協力しようとしたんです。しかし両親の願いも虚しく、以降20年以上捜査に進展は見られませんでした。2017年にはデンマーク警察が一人の男を容疑者に挙げていますが、この男も真犯人である可能性は低いとされています。その男は同年8月にスウェーデン人の女性ジャーナリストを殺害したピーター・マドセンという発明家。彼は自身の発明した潜水艇に女性を乗せ、その中で彼女を殺害しバラバラにして海中へ遺棄しました。犯行がコペンハーゲンで行われたこと、被害者が若い女性であること、遺体を解体して海中に遺棄していること、豊永さんの事件と非常によく似ていることから警察はマドセンの関与を疑ったんです。しかし最終的に事件との関連性は確認されておらず、2025年5月現在豊永さんの事件は未だ未解決。デンマークには控訴事項が存在しないため今なお捜査が継続されているんです。ヨーロッパ各国の景色を堪能するその旅の途中で近寄ってきた何者かに殺害されてしまった豊永さん。皆さんはこの事件の真相をどのように考えますか？彼女が受けた治験バイトはやはり事件と関係しているのでしょうか？